やっぱ日本でできるって、食事もそうですけど環境もやっぱ全然違うんで、応援してくれるボランティアの人も日本人だし、そういった意味では無観客だったんですけど、その応援されてるっていうのは日本人ならではっていうか、応援してくれる人が他の国もしてますけど感じれたところかなっていうふうに思ってますね。僕らがついてでボランティアの方が並んで頑張ってねってもうすごいですよね。本当だったらやっぱりやってもらえないと思うんですけど、やっぱ日本のスタッフがいて僕たちをこう気持ちよく出してくれるというか、すごく助かりましたね。やっぱただ来て誰も応援されずに行くのとはやっぱり正直違ってたっていうのは良かったかなというふうに思います。ホテルでの過ごし方も多分全然違うし、食事もそうだし、何よりやっぱ見てもらう、やっぱ、自分の、例えば恩師だったりとか、彼女奥さんだったり子供たちだったりとか知ってる人が見に来てくれたりとか、相当力になると思うんですよね。もちろん緊張する人もいると思うんですけど、よりやっぱりこうホッケー、それが恩返しかなと思ってて、やっぱ出て一生もできなかったんですけど、周りではやっぱりこうよかったねってありがとうって言ってくれる人もいるんですけど、ホッケー考えるとまだまだかなっていうふうに思うんで、それがちょっと強いですね、僕の中では。ちょっと申し訳ないっていうか、なんか勝てなくて、勝てる試合で勝てなかったとか、ターニングポイントのところで落としてるとかのは正直感じてますね。全く通用しなかったとは思ってないです。逆にこんなもんか、負けたんですけど正直思ってました。そういう選手多いかなと思ってて、それこそ僕同級生で田中健太ってもうオリンピックでフィールドゴールトップの選手いるんですけど、日本人でその選手オランダでやってたんですけどトップチーム、そういう選手がやっぱり結果を残すと、やっぱり日本のホッケーってじゃあ海外行ったらもっとこんなんできるんじゃないのとか、オランダのトップでプレーすればっていう選手が出てきてるんですよね。今もやっぱ海外行く選手が思考多くて、そういったのもすごく、ある意味良かったかなとは思うんですけど。ホッケーって結構難しい、スティック扱って難しいんですけど、でも結局結構ドリブルのスキルとかってかなり高度化されてて、見てる方も面白いと思うんですよね。どうやって抜いたんだろうみたいな。でも実はホッケー通からしてみたらやっぱ止めて出すまでが早かったりとか、相手に触れられずに抜いてったりとか、あとは組み立て方が上手とかっていうのもなんか意外に見てたら、この選手周り見てるなとかっていうのがあったりするんで、そういった、一人一人の選手の特徴とか見てもらうと、よりホッケーが面白く見えるかなっていうふうに思います。